こんにちは、What's up? 忍者パニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。皆さん、今日も日本語の勉強お疲れ様です。頑張っていますね。このポッドキャストでは、優しい日本語で便利なフレーズや日本の文化を紹介しています。今日は新しいフレーズ、さすがですについて話します。それでは始めましょう。はい、皆さんはこのフレーズ聞いたことありますか？使ったことがありますか？さすがです。これは人を褒めるときに使います。人とか場所もいいですね。いろいろなものを褒めるときに使います。例えば、あなたのスキルはやっぱりすごいですねとか、あなたはやっぱりこれが上手ですね。こういう時に使います。英語で I'm proud of you とか、Only you could do that みたいな感じです。はい、じゃあ今日はこのフレーズが使える3つのシチュエーションを紹介します。一つは同僚に使うとき。一つは同僚に使うシチュエーション。二つ目は友達に使うシチュエーション。三つ目は皆さんが私に使えるシチュエーションを紹介します。そして最後にこの褒める以外の使い方もあるので、それも紹介します。はい、じゃあ今日も最後までぜひ聞いてください。じゃあまず一つ目、同僚に使うとき。会社で同僚と話すときですね。同僚わかりますか？意味は、colleague とか coworkers ですね。はい。じゃあ私と同僚の田中さんが話しています。私が田中さんにお願いをします。田中さん、すいません。明日の会議までにパワーポイントを作ってもらえませんか？はい。そして田中さんが、はい、わかりました。明日までですね。作ります。そして私が、ありがとうございます。で、次の日の朝、田中さんがパワーポイントを作ってくれました。そして私がそのパワーポイントをチェックします。で、そのパワーポイントが完璧でした。もう本当にすごかったです。この時、さすが田中さん。パワーポイント最高です。完璧です。ありがとうございます。こうやって使います。とか、さすが田中さんとか、さすがです。田中さん、本当にありがとうございます。という感じ。さすが名前か、さすがですだけも大丈夫です。はい。じゃあこれが同僚に使う使い方です。じゃあ次、2つ目。友達に使う使い方は、これは私が本当にあったシチュエーションを紹介します。私の友達にパティシエの友達がいます。その友達が2年前かな、私の誕生日にマンゴーケーキを作ってくれました。もう本当に美味しかったんですけど、そのマンゴーケーキを私が食べたとき、このフレーズが使えます。じゃあちょっとしますね。マンゴーケーキ食べました。そして、うわ、美味しい。さすがパティシエ。これですはい、今回はさすがの後何を使いましたか？名前じゃなくて職業、仕事の名前ですね。パティシエ、これを使いました。さすがパティシエ、これもできます。例えば他の例は、さすがカメラマン、その友達がカメラマンの仕事をしています。
そして私の写真を撮ってくれました。その写真がめっちゃ上手。この時、うわー、さすがカメラマン。やっぱり上手ですね。みたいな。なので、名前だけじゃなくて、仕事の名前も使えます。はい、これが2つ目。じゃあ最後、3つ目。皆さんが私に使えるシチュエーションです。いつも私のポッドキャスト聞いてくれていますね。ありがとうございます。そしてコメントで、先生のポッドキャスト面白いですとか、先生のポッドキャスト分かりやすいですと書いてくれています。もし今回のこのポッドキャストも面白かったら、ぜひ皆さんコメントにこのさすがを使って書いてください。例えば、さすが忍者先生、今回のポッドキャストも面白いですとか、先生さすがです、今回のポッドキャストも最高ですみたいな感じです。はい、これはね、もし面白かったら皆さんぜひコメントで教えてください。書いてください。はい、じゃあ今、同僚に使うシチュエーション、友達、そして先生、この3つのシチュエーションを紹介しました。でも一つ気をつけてほしいポイントがあります。このさすがですは、自分より結構上のポジションの人、自分より結構偉い人に使うのは良くないです。なんかね、さすがですはちょっと上からじゃないけど、as I expected you're good みたいな感じですね。多分英語も I'm proud of you って自分のボスに使うのはあんまり使わないかな。どうかな。先輩大丈夫です。仲のいい先輩、仲のいい先生は大丈夫ですけど、結構上の人に使うのは気をつけてください。はい、じゃあ最後に、このさすがですは褒めるときに使うと言いましたけど、別の使い方があります。これは皮肉の使い方です。皮肉は英語でサカズムみたいな。ごめんなさい、忘れてしまいました。褒めるの反対の意味ですね。じゃあ例を紹介します。例えば2つ紹介します。これも私が本当に使ったシチュエーションです。一つはいつも遅刻する友達、もう一つは田舎のレストランのトイレです。はい、じゃあまずいつも遅刻する友達のシチュエーションは2週間前、私は大学の友達に浅草で会いました。12時に浅草駅集合でした。全部で6人の友達に会ったんですけど、12時に浅草駅に来たのは5人だけでした。はい、1人まだいませんね。で、この1人の友達は大学の時からいつも遅刻します。いつも時間に遅れます。なのでこの時私たちこの5人のメンバーでこのさすがを使いました。さすが、じゃあ待ってね、名前を太郎くんにしますね。さすが太郎くん、また遅刻ですねとか、さすが太郎くん、今日も遅刻ですねみたいな感じですね。褒めるじゃなくて、さすがみたいな、やっぱり遅いねっていう感じで使います。はい、これが皮肉のさすがです。じゃあもう一つ紹介します。これは田舎のトイレです。これはいつだっけな。先週の水曜日、私は友達と田舎のね、湖の近くにドライブに行きました。そしてレストランに行ったんですけど、ご飯を食べた後、
トイレに行きたかったので、そのレストランのトイレ使いました。で、友達とトイレのドアを開けたとき、ちょっと汚い、そして臭い、そして古いはい、そのトイレは、ちょっと汚くて臭くて古かったです。で、その時私たちは、さすが田舎のトイレだね、さすが田舎のトイレ、こうやって使いました。なんだろうね、田舎だからトイレは汚いよね、しょうがないよね、さすが田舎のトイレですね、こういう使い方です。だから人だけじゃなくて場所も使えます。はい、わかりましたか？ちょっと皮肉の使い方も日本人は時々使います。使いすぎるのは良くないですね。皆さんはぜひ人を褒めるときに使ってください。はい、それでは今回はちょっと長くなりましたけど、新しいフレーズ、さすがですを紹介しました。はい、今日も最後までポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで楽しく日本語を勉強しましょう。いつも終わり方を忘れてしまいます。それではか。OK。はい。ごめんね。それでは、せーの。ニンニン。またね。